皆さんこんにちは。日本語講師のゆりです。日本人と接していて意味はわかるのになぜそうなるのか理解できないと困ったことはありませんか？この5分ジャパニーズリスニングプラクティスでは言葉や行動の背景にある日本人にとっての当たり前や価値観を皆さんと一緒に紐解いていきます。5分後のあなたは今より少し日本人の本音や文化、社会の空気が見えるようになっているはずです。今日は知るというキーワードから日本人の心を覗いてみましょう。皆さんは嫌いなもの、怖いものは克服したいですか？それとも徹底的に避けたいタイプですか？実は嫌悪、つまり大嫌いっていう強い感情は逃げれば逃げるほど心の中の恐怖を大きくしてしまうんですよね。だからこそその壁、恐怖を克服したいのであれば、実は身近に置くことが最も効果的なんですよ。つまり皆さんが怖いと思っているもの、嫌いだと思っているものを克服したいのであれば、実は身近に置くことが最も効果的と言われています。これは生活のあらゆる場面で応用できます。例えば、日本文化というところに着目すると、日本文化が大好きでワクワクしている方、とても多いと思います。でも一方で日本人と話すのはちょっと何を考えているかわからなくて緊張するっていうような声はよく耳にしますね。実はこれはこの前回から紹介しているこの本の著者柳沢さんが感じていたゴキブリという虫に対する恐怖と心理的な構造は同じと言っていいと思います。正体がわからないから必要以上に怖くなってしまうというポイントですね。日本で生活したり、日本社会と関わったりすることっていうのは、ある意味で、逃げ場のない暴露療法のような側面があると私は思います。暴露療法は、あえて怖いものに少しずつ触れることで心を慣らしていく方法ですね。仕事とか、学校とか、市役所とか、皆さん、いやおうなしに日本的なシステムと向き合わなければならない時がありますよね。逃げられない状況で、ただその辛さに耐えているだけだと、最後には日本は自分には合わない、怖い場所だっていうような、極端な思考かな。極端な結論にたどり着いてしまうことがあるかもしれないです。私がこのポッドキャストで大切にしているのは、皆さんに日本の良さを押し付けることではなくて、ブラックボックス、見れない中身、日本人の考えをわかる形に解体することです。柳沢さんもゴキブリをいきなり好きになったわけではなかったんですよね。知ることで、まず恐怖、怖いとか緊張するとか嫌いとか、そういう感情が別の感情に変化したんですよね。深く知った結果、日本をもっと好きになってくれる人もいれば、理解はできるけど、自分には合わないなって冷静に整理する人もいると思うんですよね。それで私はいいと思ってます。一番もったいないのは、好きっていう気持ちで日本に来たのに、理由がわからないまま不安だとか怖いっていう理由で日本を嫌いになってしまうことだと思ってます。私は皆さんのその心にある日本に対するちょっともやもやした怖さっていうのを消すことができたらいいなと思ってます。本音を言えば願わくは日本を好きになってほしいですけどね。皆さんも日本に旅行に来たり、日本に住む中で怖いな、不安だって感じることがあれば、まずは一歩踏み込んで知るということを始めてみてください。背景がわかるだけで、その怖さは興味や納得に変わることが多いはずです。知ることで皆さんと日本の
あるいは日本人とのつながりがもっと心地いいものになることを願っています。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。